今回のシリーズはアンケート堂々の第1位、皆さんが一番ご覧になりたかったフルカヌスの攻略編です。ファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵が少ない資源だけで安全にデモリッシャーを完封する駆除テクニックやチート級の生産力を誇る鋳造炉を使った高効率工場の作り方まで全てお見せします。この先の攻略に不可欠な情報が続きますので、今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。さて、今回の動画ではファクトリオ最強の敵デモリッシャーを破壊し、夜勤サイエンスパックの量産体制を整えナウビスへ運び出します。それでは本編スタートです。チャプター1、大型掘削機の量産と採掘機の入れ替え。大型掘削機を生産するためにここで炭化タングステンの量産体制を作ります。まず制御基板工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを炭化タングステンに変更して貼り付けます。次に組み立て機をシフトキーを押しながら右クリックでコピーし、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けて物流リクエストを設定すれば生産が始まります。ここで炭化タングステンの材料である炭素の生産工場も作っておきます。まずプラスチック棒の工場をシフトキーを押しながらコピーし、不要なインサーターや地下搬送ベルトを右クリックで除外してパラメーターを炭素に変更して炭化タングステン工場の隣に貼り付けます。次にインサーターと要求チェストをコピーしてこのように配置して、組み立て機をシフトキーを押しながら右クリックでコピーし、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けて物流リクエストを設定すれば生産が始まります。炭素は炭化タングステンの生産にしか使えませんので、インサーターをこのように設置して炭化タングステン工場に炭素を直接供給します。こうすることで物流ロボットの稼働を節約できます。最後に高速搬送ベルトから石炭を取り出してチェストに保管するようにします。インサーターにこのような回路設定をしておくと石炭の溜め込みすぎを防止できます。これだけでは生産量が足りませんので、最後に工場区画をコピーしてもう一組増設しておきます。これで大きな岩から採掘したタングステン鉱石が全て炭化タングステンになりましたので、大型掘削機がたくさん出来上がりました。崩壊石も貴重な資源ですので、ここで電動掘削機を解体して大型掘削機に置き換えます。ところで皆さんは大型掘削機をアンロックしたらすぐにラインをリフォームしますか？それとも今の鉱脈が枯れるまで使い倒しますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター2、ボールのコピペでデモリッシャーの討伐準備。炭化タングステンの材料となるタングステン鉱石の採掘のためファクトリオ最強の敵デモリッシャーを駆除していきます。まずはデモリッシャーの駆除に必要なアイテムを準備します。必要なものはたったの3つだけです。まずチェストのモールをシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを通常弾薬ガンタレット、そして毒素カプセルに変更して貼り付けます。次に組み立て機をシフトキーを押しながら右クリックでコピーし、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けて物流リクエストを設定します。この工場を組み立て機3にアップグレードしたり生産速度モジュールを挿入したりコピーして複数設置したりしておくと時短になります。それではデモリッシャー討伐に向けて必要なアイテムを集めましょう。まずインベントリを開いて物流リクエストに通常弾薬1000個、ガンタレット100個、毒素カプセル200個をセットします。そうすると物流ロボットが指定した数量までアイテムを持ってきてくれます。ちなみにたったこれだけの武器でデモリッシャーを2体も駆除できます。さあこれで討伐の準備ができましたので、不要になった武器工場を解体して出陣です。ところで皆さんは
デモリッシャーを駆除するときガンタレットと毒素カプセルで破壊しますか？それとも別の方法で破壊していますか？こだわりの駆除方法があればぜひコメント欄で教えてください。チャプター3ゴーストタレットでデモリッシャーを駆除。それではブルカヌスのクライマックスデモリッシャーの討伐に出陣です。まずリモートビューを開いてロボットネットワークの外側にガンタレットをゴーストで設置します。次にガンタレットを開いて通常弾薬を左クリックし弾薬のスロットで Z キーを10回押すとゴーストで通常弾薬が10個装填されます。最後にこのガンタレットをコピーして横に10個縦に5個合計50個をゴーストで設置したらこれを切り取ってクイックスロットバーに入れておきます。そしてデモリッシャーに近づきデモリッシャーの進行ルートにガンタレットのゴーストを設置します。通常弾薬の装填が終わったら携帯型ロボットステーションをオフにして毒素カプセルをガンタレットにひたすら投げ込みます。ある程度投げ込んだらデモリッシャーに近づいて毒素カプセルを当て毒の海におびき寄せます。そうするとガンタレットがおとりになってデモリッシャーが毒の海を泳ぎ回りあっという間に討伐できます。ちなみにデモリッシャーの体幹に接触すると大ダメージを受けます。またデモリッシャーの顔に接触した瞬間工場長は倒れます。デモリッシャーにはあんまり近づきすぎないようにしましょう。討伐が終わったらガンタレットを修理して切り取りで回収し解体プランナーでデモリッシャーの名残を解体します。デモリッシャー1匹あたり約700個ものタングステン鉱石を回収できます。ちなみにデモリッシャーを討伐すると縄張りがなくなります。また一度駆除したデモリッシャーは復活することはありません。同様の方法でデモリッシャーを駆除していきタングステン鉱石の交渉までの縄張りを消していきます。ところで皆さんは一度倒せば平和が訪れるブルカヌスが好きですか？それとも駆除しても無限に湧き続けるナウビスのバイターとの戦いが恋しいですか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター4広域電柱の敷設でタングステン鉱石を採掘。タングステン鉱石の交渉までのデモリッシャーの縄張りを消せましたのでいよいよタングステン鉱石の採掘を開始し炭化タングステンの安定生産体制を整えます。もうレーダーは不要ですのでここで回収しておきます。まずタングステン鉱石の採掘に必要なアイテム大型掘削機20台生産速度モジュール100個広域電柱200個の物流リクエストを設定します。次に高速搬送ベルトと高速地下搬送ベルトを中増路で生産します。ビーコンのおかげで驚異的な生産スピードです。それではタングステン鉱石の交渉に出発です。採掘には電気が必要なので広域電柱を張り巡らせます。まず蒸気タービンの発電所全体をシフトキーを押しながらコピーし広域電柱以外のコンポーネントを右クリックして除外します。次にマス目に対し自動調整する2チェックを入れグリッドサイズの幅と高さに54と入力グリッド位置にはそれぞれ1を入力し相対的な自動調整2チェックを入れて建設計画を作成します。これをシフトキーを押しながら左クリックでタングステン鉱石の交渉まで広域電柱のゴーストを張り巡らせます。そして不要な広域電柱を解体します。こうすることで崖などの障害物が多いブルカヌスでもきれいに素早く広域電柱を敷設できます。後でリモートビューで見えるように随所にレーダーを設置しておくと便利です。タングステン鉱石の交渉で大型掘削機を設置し高速搬送ベルトを拠点まで敷設していきます。高速搬送ベルトは溶岩の上に設置できませんし溶岩の間は地下搬送ベルトを使えません。なのでこのようにくねくねと回避しながら設置します。また崖が多いところは
地下搬送ベルトを使えないので、リモートビューで少し俯瞰して確認しながら引いていくとまっすぐきれいに敷設できます。最後に石炭のチェストとインサーターをシフトキーを押しながらコピーし、パラメーターをタングステン鉱石に変更して高速搬送ベルトに貼り付ければ完成です。ところで皆さんは工場を建てるとき、崖用爆薬や埋め立てで完全に平らな更地にしますか？それともベルトをくねくねさせますか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター5、コピペで鉄筋コンクリと鋳造炉を量産。炭化タングステンを安定生産できるようになりましたので、鋳造炉の量産体制を作ります。まず溶融鉄の鋳造炉の横に電気炉とインサーターを設置して石レンガを生産します。次に鋳造炉を設置し、コンクリート、溶融鉄にレシピを設定。そして発展基盤工場をシフトキーを押しながらコピーして鉄筋コンクリートにパラメーターを変更して貼り付けます。組み立て機をシフトキーを押しながら右クリックでコピーして、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けて物流リクエストを設定します。さらに化学プラントを設置して蒸気凝縮にレシピを設定してパイプを接続。最後に鋳造炉を設置し鉄筋鋳造にレシピを設定し、このようにパイプラインとインサーターをレイアウトすると鉄筋コンクリートの生産が始まります。そして大型掘削機の工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを鋳造炉に変更して潤滑油のパイプラインに接するように貼り付けし、鋳造炉をシフトキーを押しながら右クリックでコピーして要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けると鋳造炉の生産が始まります。コンクリートの生産で実はロケットサイロの材料も整いました。まずコンクリートの鋳造炉に保管用のインサーターとチェストを設置してロボットネットワークの外で組み立て機をゴーストで設置。レシピをロケットサイロに設定してアイテム欄にマウスオーバーして Q キーを押し左クリックで必要なアイテム数をセットします。必要なアイテムのゴーストがセットできたら組み立て機のゴーストをコピーしてロボットネットワークの中に全部で4つ貼り付けるとロケットサイロの材料を建設ロボットが持ってきてくれます。生産に必要なアイテムがセットされるまで時間がかかりますので、ロケットサイロの生産が始まるまでに次の工程に進みます。ところで皆さんは移動速度アップのために工場の床をコンクリートで埋め尽くす派ですか？それとも土のままにしておくネイチャー派ですか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター6、鋳造炉のコピペで軽量化素材を生産。ロケット部品の生産に必要な軽量化素材とロケット燃料の生産体制を整えます。まず鋳造炉を設置してレシピを軽量化素材に変更し、次に大型掘削機のチェストとインサーターをシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを軽量化素材に変更して貼り付けます。鋳造炉をシフトキーを押しながら右クリックでコピーし、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けて物流リクエストを設定します。最後に R キーや H キーで鋳造炉をこのように回してパイプラインを接続すれば完成です。軽量化素材の生産にはたくさんの溶融銅を使いますので生産性モジュール2を挿入しておきます。これはプラスチック棒の節約、ひいてはブルカヌスで貴重な石炭や硫酸の節約にもなります。次はロケット燃料の生産工場を作ります。まず発展基板とプラスチック棒工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを固形燃料、軽油とロケット燃料に変更して貼り付けます。そしてパイプ、ロングアームインサーター、高速インサーターとチェストをこのように配置して最後に全部で16台になるようにコピペします。軽油のパイプラインに接続するとロケット燃料の生産が始まります。
これでロケット部品の材料が揃いました。ロケットサイロの生産も終わりましたので、組み立て機を解体してグレバからレイアウトをコピーしてロケットサイロを設置します。電力は余るほどありますのでビーコンを設置しておきました。ところで皆さんはこの動画のように生産性モジュールで資源の節約を重視しますか？それとも生産速度モジュールで爆速生産を重視しますか？節約派か爆速派か、ぜひコメント欄で教えてください。チャプター7、夜勤サイエンスパック工場をコピペで建設。いよいよブルカヌスのフィナーレです。タングステン材と夜勤サイエンスパックの量産体制を整えます。まずはタングステン材の生産拠点を作ります。まず鋼材の工場をコピーして大型掘削機の下に貼り付けます。次に鋼材の工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターをタングステン材に変更して上から重ねて貼り付けます。最後に要求チェストとインサーターを設置し、鋳造炉をシフトキーを押しながら右クリックでコピーして要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けて物流リクエストを設定すれば完成です。タングステン材は大量のタングステン鉱石と溶融鉄を消費しますので生産性モジュール2を挿入しておきます。また生産時間も重量と長いためビーコンを設置して生産速度を加速します。いよいよ最後の工程、夜勤サイエンスパックの生産工場を作ります。作り方は簡単です。まずタングステン材の工場をシフトキーを押しながら丸ごとコピーしてパラメーターを夜勤サイエンスパックに変更して貼り付け、鋳造炉をシフトキーを押しながら右クリックでコピーし要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けて物流リクエストを設定すれば完成です。ちなみにロケットサイロにこのように要求チェストとインサーターを設置し輸出が必要な夜勤サイエンスパックをあらかじめストックしておくと物流ロボットが時間をかけて運んでおいてくれるので少ない台数の物流ロボットでもロケットへの積み込みがスムーズに行えます。インサーターでロケットに積み込むときは宇宙プラットフォームからの自動リクエストはオフにしておきます。ちなみにこの工場の総消費電力はなんと400メガワット。これほど狭いスペースでこれだけの電力を消費するのは驚きでありブルカヌスの醍醐味です。ところで皆さんはブルカヌスを攻略するとき最低限の設備で夜勤サイエンスパックだけを作る出張所スタイルですか？それともとことん開発して巨大工場を築く永住スタイルですか？出張所派か永住派か、ぜひコメント欄で教えてください。これでブルカヌスはミッションコンプリートです。次のシリーズでは意外と難しいフルゴラを最速で攻略していきます。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。